どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。サイバーフォーミュラ RC 化計画、ニューアスラーダ3開発プロジェクト始まります。過去に手掛けてきたサイバーマシンたち。その経験とノウハウをもとに、さらなる進化を遂げ、誕生したのがニューアスラーダ3です。前作であるオーガ界にて判明した直進安定性の低さを解決するために新開発したリアドライブユニット。AWD システムと RWD システムのいいとこ取りをしてサスペンション機構を実現しました。この新ユニット導入によって路面への接地感や衝撃吸収能力が向上し、さらにシャシーに対して最適な構造を取ることができたため直進安定性が向上しました。ベース性能が向上したと感じたウプ主はさらなるマシンのアップグレードに着手しようと目論みます。それがこちら。ミニッツレーサー用メインユニット、エボユニットです。これは、強小性ミニッツレーサーのラインナップ中、最高レベルの拡張性を持った高性能メインユニットとなっています。その拡張性と性能を述べるだけでも、1本以上の動画にできてしまうくらいですので、今回の使用目的に絞って述べると、ご覧の性能が期待されます。ウプ主が従来までに使用していたメインユニットは、強小性ミニッツレーサーのレディセットに搭載されていたものとなります。レディセットは、ブラシモーターのみの運用を目的としたシステムで、安価かつコンパクトな設計となっているのが魅力です。一方で、加速力と高速動機をどっちも得たいと考えた場合に、レディセットのユニットでは、アップグレードに伴う負荷に耐えられません。ウプ主は、加速、高速域双方のベースアップを狙っていたため、より高い負荷に耐えうるシステムとしてエボユニットを選びました。エボユニットでは、ブラシモーターでなくブラシレスモーターを使用したレディセットと異なる動力システムを採用しています。細かい説明は省きますが、ブラシレスモーターはブラシモーターに比べて高負荷で動力としてのロスが少ないといった走りに有利な構造となっています。ブラシレスモーターには様々な速度域のラインナップが存在しますが、いずれの負荷にも耐えられるように設計されているのがエボユニットです。使用者の実力位置に合わせたモーター選定が肝要となります。どのようなモーター選定としたかは後述します。エボユニットは対応するプロポのレシーバーユニットと組み合わせることで RC システムとして機能する仕組みです。こちらの詳細も後述しますが、レディセットのプロポと比べて選べるグレードの幅が広いです。高級路線のプロポであれば、ステアリングの先端位置や無段階制御の特性を微調整したり、ジャイロ感度を100段階で調整できるなど、複雑かつ絶妙な調整を可能とします。レディセットでも調整できる項目はありますが、少々大雑把であったり、ジャイロ調整では、ユニットに付属したダイヤルを直接操作しないといけない面倒がありました。エボユニットは、連想系の組み替えも容易です。特に、ブラシレスモーターの配線は、3本の動力線についているコネクタで接続する仕組みのため脱着が容易です。レディセットではブラシモーターの配線をシャシーのネジ穴を利用して固定しなければならないターミナルタイプでしたので小スペース化がネックでした。と、以上の内容から今後のサイバーマシンをアップグレードするにあたってエボを採用することが妥当であると判断したわけですね。して早速エボをアスラーダに収めようとしたわけなのですが、ここで重大な問題点に直面します。従来設計のままではエボユニットが収まらないのです。映像の領域が従来設計のユニット搭載空間です。エボユニットの全長と比べてどうでしょう。明らかに空間の全長が足りませんね。従来型はレディセットの運用を前提として開発が進んでいたため、ユニット用スペースが非常にコンパクトとなっています。こんな違いは事前に調べればわかるだろうと思われるかもしれませんが、強小の製品って意外とこの辺りのデータを公表していなかったりします。ミニッツ愛好家など個人の方がブログでデータ化してないかとリサーチもしてみましたが、この辺りのマイナーな点というのは誰も気にしていないようで一切情報が出てきませんでした。そもそもミニッツシステムを応用して自作シャシーを作ろうと思っている時点でウプ主が異端者なのかもしれません。本体側のシャシーはステアリング機構の4輪操舵システムで占有されているためクリアランスの調整ができません。メインシャシーの構造はオーガ界から何も変化していないのですが、
変化しようがないくらい最適化されているため、いじる余地がほとんどないのです。そうなると、別のところにスペースを作っていくしかなくなっていきます。ということで、エボ用の試作ドライブユニットを製作します。このドライブユニットは、モーターのマウント姿勢を変更して、シャシー方向に空間を設ける構造となっています。この辺りが、その空間になりますね。長手方向で、約 5mm の空間を確保しています。メインユニットの固定化ができず、取り付け姿勢も若干傾く形となるので、まだまだ改善の余地が残っていますが、とりあえず試験運用で強行します。ということで、早速組み付けていきます。エボユニットに、ステアリング用のサーボ機構を取り付けます。別売りのジャイロユニットも先に取り付けておきます。これらのパーツは、シャシーに組み込んでからでは取り付けできないため、あらかじめここで作業を完了させておきます。メインユニットは絶縁テープで養生します。シャシーはレジン製なのですが、このレジンはいくらか導電性を有しているため、基板の胴体と接触すると、破損の恐れがあります。あらかじめ絶縁処理を施して破損を回避したい狙いがあります。メインユニットは1個8000円を超える高級品ですので、さすがに壊せません。次にレシーバーユニットを取り付けます。こちらもメインユニットをシャシーに組み込んでからでは取り付けできませんので、レシーバーユニットとメインユニットは小さなコネクタでジョイントされているだけのちょっと頼りない構造でしたので、剥がせる両面テープで固定させます。メインユニットを組み込む前に、ドライブユニットにモーターを組み込みます。ルプ主が使用するのは青モーター。ちょっと慣れてきた人が、さらなるスピードを求めるときに候補に上がる一品だとか。マットとクロームの中間質な表面が高級感を醸し出し、そして無塗装の光沢部分が美しいですね。そして、いよいよメインユニットの組み付けです。これがかなりの難物でした。やっぱりというかなんというかですが、ステアリングサーボ用アクチュエータとメインユニットが干渉して収まりが悪いです。レディセットの設計では、アクチュエータの下にメインユニットが収まる設計でしたが、エボのユニットではそれができませんでした。エボユニットはレシーバーユニットと接続しているため、レシーバーユニット分は厚みがあります。従来型のシャシーは、この分の厚みまで考慮していないため、非常に収まりが悪くなってしまったのですね。この後は、地獄の作業が延々と続きます。メインユニットが収まるまで、シャシーの床面を削るという地道な調整を繰り返しました。やかんやっている途中で、レシーバーユニットに実装されていた電子部品の一つが取れてしまいました。最悪です。プロポのセットに、予備のレシーバーユニットが付属していたためなんとかなりましたが、予備なかったらまた、発注とかで作業が長引いていたところです。なんだかんだ苦しめられましたが、ようやく組み付けが完了し、電源投入までこぎつけました。電源は正常に投入できたようです。ユニットの準備が整ったため、ようやくプロポの調整に移れます。ルプ主が購入したのはノーブル NB4 です。フライ、スカイ、メイド、イン、チャイナの高級なプロポですね。パッケージもめっちゃ上質です。プロポは様々なアジャストに対応したスイッチ類と、より詳細な設定を行えるタッチスクリーンが備えられています。使用者の快適性を最大限に考慮した設計となっており、ステアリングなどは得意な姿勢にフィットするよう可動式となっています。可動部分は硬めなので、そうそう位置が狂うこともありません。とてもいい。各部パーツも上質、グリップの感触も良好で、自然にフィットする感覚が心地よいです。電源スイッチはタッチディスプレイの画面にあります。サプライのボックスには、先ほど組み込んだレシーバーユニットが2個1組封入されています。他には、充電と通信を兼ねたケーブルとタッチディスプレイ用の保護シートが予備で2枚付属していました。そして増設用バッテリー。電源電圧は 5V、容量は 4300mAh と大容量です。技的もパスした信頼性の高いものです。プロポ本体と組み合わせるとこんな感じ。あとは、バッテリー充電も兼ねて、プロポ本体と PC を接続し、ファームウェアをアップデートします。このノーブルは、
メーカー直販のものではなく、強商がミニッツ用にある程度セットアップしてから再パッケージしたもののようです。アップデートパッチも強商からダウンロードできるようになっている手厚いサポートとなっていますが、どうやらすでにアップデートされていたようですね。レシーバーユニット2個セットで44,000円でした。我が家の 3D プリンタやミニッツのレディセットよりもお高い。その分だけ至れり尽くせりな内容でしたので、勇気を持ってポチったのは正解でした。なんやかんやで、マシンは正常に動作しました。いろいろやっちまったので途中で萎えましたが、プロポと強商の手厚いパッケージに助けられて、とても満足のいく内容となりました。あとは、これを実際に運用してみて、どこまで変わったのかを確認していきましょう。場所は、変わって、いつもの聖域 MAR に参りました。やみつきでずっとカーペットコースです。かなり速くなった。プロポも、上質なせいか非常に扱いやすいです。体感でもわかるくらい速度が上がっているのに、まるで怖さがありません。ジャイロの感度が良く、そして、スターリングのレスポンスも異次元に高いです。神経質に操作せずとも安定した姿勢で走行してくれるため、とても快適です。これがエボユニットの実力。この感動は使ってみなければ伝わりづらいのが悩ましいですね。もっと言えば、レディセットで積み重ねてきた感覚を持って、エボを体感しているため、より一層深い感動を覚えています。さすが高価なだけあります。なるほど、これは愛用者が多いわけです。と調子に乗っていたら、壁に突っ込んでナックルを粉砕してしまいました。右側のタイロット用ジョイントが切損しグラグラに。速度の次元が上がった証拠ですね。衝突時のエネルギーも相当なものだったようで、後人製レジンでも従来設計では耐えられないようです。早速、強化型ナックルを設計し出力しました。切損の断面と位置を確認して、該当箇所を肉盛り強化しています。どこまで耐えるのかは未知数ですが、とりあえず、この新型ナックルで耐久テストします。ついでにドライブユニットも改良設計して出力します。さすがに、メインユニットの収まりが悪すぎて気分が良くなかったので、ドライブユニットの構造を徹底的にリファインしました。モーターマウント位置を最後部に、加えて、ユニットのフロアをなくし、ボトムデッドマウントにしました。おかげで、リアカウル内部にも、空間のゆとりが生じて、窮屈さと不便さを完全に解消できました。ボトムデッドマウントかつ、平置きになったモーターは仮面から丸見えです。フロア仮面とつらい位置になるように設計しています。うまくいって、気分は最高です。ということで、再び訪れた聖域 MAR。今回は、目に見えない改良であるため、撮影に力を入れてお送りします。いかがでしたでしょうか。今回は思考を大きく変えて車載カメラや定点カメラ視点などを駆使しそれっぽく撮影してみました。思いのほか臨場感があってこれはこれでありですね。カメラマイクからはかすかに風切り音も聞こえてきます。想像以上に速度域が高いところにあるということでしょうか。旋回 G もすごいのかブレ補正用のジャイロが横 G で揺らされています。臨場感を狙った視点ですがフロント4輪のサスペンションがどのように動いているのか、そこも気になっていましたので挑戦してみました。もともとストローク量の少ないサスペンション構造ではあったものの、思いのほか目立った動きがないですね。パイロットとナックルの 2 形種は、ストレスなくスムーズに動作しているようです。この視点は、面白くてずっと見ていられそうな気がします。リアユニット視点でも撮影しました。こちらも、強い G に視程が負けて溶動していますね。キャビン付近の視点よりも大迫力です。こちらもドライブユニットのサスペンション構造がストロークしているか確かめたく挑戦しています。見た感じでは旋回による G でストロークすることはなさそうですね。フロントおよびリアのスプリングレートはさほど高くありません。特にリアはバッテリーが集中配置されているためかなりの重量負荷があるはずです。ちょっと予想外の振る舞いでしたね。もしかしたら目視でわからないだけで微妙にストロークしているのかもしれません。
縁石に乗り上げた瞬間などはちょっと動いている気がしなくもないといった感じですし、乗り上げるのはほんの一瞬なのでよく見ることはできませんが、MAR のカーペットコースはかなり背面度の高い綺麗な路面ですので、ギャップやうねりが全くありません。ウレタンコースであればよりサスペンションのストロークを見ることができるのでしょうか。オーガ界の熟成と並行してウレタンでもテストしてみたいですね。実はオーガ界のニューアスラーダ3のリアドライブユニット技術を継承してチューンアップしています。アスラーダに比べてリアカール内のスペースはほとんどなく、低結構造だけは大幅な見直しをかけていますが、取り付けは無事完了しています。サスペンション構造までは同様で、動力はブラシモーターとしています。要するにレディセット構成を基本とした従来型シャシーです。オーガ界ではプロダクトクラスに限りなく近いレギュレーションで、アスラーダとは異なった可能性を引き出そうと目論んでいます。単純にエボユニット搭載の目処が立っていないだけとも言えますが、そんなこんなで当チャンネルのサイバーフォーミュラ RC 化計画、複数のプランが並行して着実に進行中です。今後も試験走行を繰り返し、マシンの問題点を徹底的に洗い出していく予定です。できれば青モータからさらに上の領域でどこまでいけるのかも試してみたいので、ニューアスラーダ3には色々と頑張ってもらわなければなりません。当然ながらルトムシも操縦テクニックを磨いておくべきでしょう。ということで今回のお話は以上となります。いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございますです。